こんにちは。日本語学習ポッドキャストへようこそ。皆さんこんにちは。話せ日本語へようこそ。私はレンです。今日のテーマは武士道の心構えです。こんにちは。私はひなです。戦国はワクワクします。武士道は古い言葉に思えたのに、もう現代に数風を引きますよね。そうですね。今日はこの古い精神が今の生活にどう生きるか一緒に考えましょう。まず、武士道とは何ですか？武士道は直訳すると武士の道です。武士はウォーリアー、道はウェイ、オはパスです。簡単に言うと、武士の精神で生きるための道理です。その原則にはどんなものがありますか7つの大切な徳があります。義、正しさ、勇、勇気、仁、憐れみやすさ、礼、尊重、誠、正直さ、名誉、名、忠義、忠誠。かっこいいですね。この7つの言葉は現代の厳しい環境でも全て役に立つと思います。例えば職場で。まさに、コンプライアンス問題が多い今の時代に、義と誠は特に大切ですよ。不正を見ても黙っていることは、侍第一に反することです。武士道の中で特に規律について話したいです。規律はディスプリンです。ひなさんは毎日の午前に何か特別なことをしていますか？はい。毎朝5時に起きて、まず座禅をします。座禅は座ってする禅のことです。目を閉じて呼吸に集中するだけですが、心が静かになります。毎朝5時。それはまるで小技の侍のようです。小技は小説の小技という子供節で、蛍光根のオレンジ色をまとるとやらかららくさ滝への魔王です。笑わないでください。武士道には一日の計は朝にありという言葉があります。朝の準備がその日一日の質を決めるんです。それは深いです。私も最近毎朝スマホを見ずに15分間意識量の内容を書くことにしました。起床近代の意味で日本語でノートに書くことです。その15分が一日の橋渡しになります。それは現代的なかっこいい実践です。武士道では心構えと言います。礼をする前に内心を整えること。これが武士第一歩です。武士道の大切な要素の一つは勇気です。そもそも侍は恐れなかったのでしょうか？いいえ、侍も恐れました。武士道の本質は恐れを感じながらも進むことです。恐れを感じるのは人間として当然です。それでも進む。これが真の勇気です。それは現代にも深く当てはまります。新しいプロジェクトを始めるとき、就職活動、人前でのプレゼン、全部怖さの最初の一歩が大切です。はい。武士道の言葉に死ぬ気でかかりなれというものがあります。もちろんこれは文字通りに受け取るのではなく、ここ一番の場面で全力を尽くすという意味です。かかり慣れはツボ強い表現ですが大切なメッセージですね。現代語に言い換えると、ここは全力投球の満味チャンスだになりますか？パーフェクトな満味。そう、どんな小さな勇気も積み重なるもの。毎日小さな恐れに対面する習慣が大きな恐れを乗り越える力をくれるんです。忠義について話しましょう。現代では会社や上司への忠義が少なくなっていると言われますが、これは間違ったことでしょうか？面白い問いですね。武士道の忠義は必ずしも上に従うことではありませんでした。主君も踏むべき道があり、それから外れた時は侍は言老せ願しました。つまり、忠義とはブラインドに従うことではなく、真実を語ることも内包していたんですね。その通りです。だから現代の自分らしさを大切にする文化は実は武士道の精神に近いかもしれません。どんな組織でも自分の信念を持ち道理を言える人が必要です。そして武士道の陰、寄り添いや憐れみは人間関係で一番大切な要素です。相手の立場を考え、寄り添う。これはどんな時代でも変わりません。名誉についても聞いてください。失敗した時、侍はどうしましたか？失敗を認め改善することが名誉の道でした。武士道の言葉に地の利を綿えて行け、つまり辛さを受け入れるからこそ進めるという意味です。失敗を隠すことは侍にとって最大の屈辱でした。
これはスタートアップ文化にも当てはまります。失敗を早く認めて学び、次のステップへ。これが成長の近道です。ひなさん、クイック問答です。武士道の言葉から一言で現代に訳してください。まず、義は、コンプライアンスです。忠義は、チームワークかな。仁は、共感力です。エンパシーですよ。完璧。大和の語彙も現代に訳せばまさにビジネスパーソンが持つべき価値観ですと。最後に武士道の精神の中でも特に好きな概念を一つ紹介してください。一期一会です。直訳すると一度きりの愛です。この瞬間、この人とのこの会話は二度と同じものは起きない。だからこそ大切にする。その言葉、今のこのポッドキャストにも当てはまります。このエピソード、ひなさんとのこの会話も一期一会です。皆さんもこのポッドキャストを聞いている今この瞬間、一期一会です。ありがとうございます、レンさん。では皆さんに最後に、今日の武士道の教えは一つだけです。心構え、勇気、忠義、失敗からの学び、そして一期一会。すべては今ここで全力を尽くせという一言に集約されます。それより素晴らしいまとめはありません。皆さん、話せ日本語を聞いてくださって本当にありがとうございます。次回もお楽しみに。また会いましょう。一期一会でした。皆さん、今日も全力で侍の心で言ってみてください。